皆さんこんにちは。カモネギ投資家カモーラレです。今回の動画のテーマは、先日3月3日の金曜日に発表された日経平均の銘柄入れ替え、225銘柄で構成されているうちの3銘柄を除外し、新たに別の3銘柄を組み入れるという定期的に決められた入れ替えのイベントです。事前に候補として予想されていた売買各1銘柄ずつも追加して4銘柄ずつでそれぞれの需給及び株価へのインパクトというのをご紹介していきたいと思います。今回もよろしければ最後までお付き合いください。それではまず最初にざっくりとおさらいですけれども、日経平均の入れ替えとはということで、構成されているのは先ほども申し上げたように225銘柄ですけれども、定期的に銘柄の見直し入れ替えというのが行われていて、3月と9月末年2回入れ替えを実施することとなっています。そして入れ替える銘柄に関しては毎回最大で3銘柄ということになっていますけれども、今回はその最大の3銘柄となりました。場合によっては1銘柄2銘柄にとどまることもあります。また年2回と申し上げましたが、これは昨年の日経平均のルール自体の見直しで変更されたもので、昨年より前は9月末の年1回のイベントとなっていました。ですのでイベントの頻度としては最近上がったということですね。そして今回は3月末に該当するわけですけれども、この場合3月の上旬に入れ替え銘柄が発表されて、3月の最終営業日の大引けに取引が行われます。そして銘柄の入れ替え方についてなんですけれども、日経新聞社がどのように選んでくるか、基準としては大きく2つあります。1つ目は流動性、そしてもう1つが業種の数です。ごく簡単にわかりやすくお話しすると、流動性のランキングをつけて上から450銘柄並べたときに、日経新聞社が設定する6つの業種の数を数えます。そしてそれぞれの業種の銘柄数を2で割ることで225銘柄と構成することが理想というふうにされています。具体的にご覧いただきますとこちらですね。日経新聞社が設定している業種というのが6つありますけれども、現在の銘柄数はご覧の通り、そしてその一つ横の列には流動性スコア450位で業種ごとに数をカウントして2で割った数値、理想となる銘柄数ですね。ですので現在の銘柄数から450割る2の銘柄数を差し引きすることで理想からの過不足というのが計算できます。そして銘柄の入れ替えイベントの際にこの過不足をご覧いただきますと、例えばなんですけれども上から2番目の消費という業種に含まれる銘柄数がマイナス24と圧倒的に足りていないので、新規で採用される銘柄は消費に属する銘柄が有力ではないか、逆に上から3番目の素材に関しては理想から13も銘柄数が多いので、除外される銘柄は素材に属するものから選ばれるんではないか、そんな風に予想が立つわけです。しかし日経新聞社はですね、サプライズが大好きな日本銀行と同様に、そんなところから銘柄選ぶのというようなマーケットが予想する銘柄とは全然関係のない銘柄を選んできたりするサプライズ好きの面がありまして、昨年日経平均のルールが見直されるまではかなり何回も銘柄選別についてサプライズが生じました。ただこのサプライズについても昨年のルール変更以降はですね、そんなに予想外のところから銘柄を選ぶことは少なくなって、今回の場合も3銘柄の入れ替えはそれぞれ技術、消費、運輸にプラス1、除外の銘柄はすべて素材からマイナス3となっていて、業種の配分であったり銘柄の予想というのは市場が一般的に予想していたものとほとんど大きなズレはありませんでした。そういう意味ではサプライズの時よりも今回の場合はそこまでそれぞれの銘柄にインパクトは大きく出ないかもしれません。それでは今回2番目のテーマとして具体的な入れ替え銘柄のご紹介と発生する取引の需給に関してご覧いただきたいと思います。まず新規で採用になった銘柄と事前予想の時点として有力候補として挙げられていたけれども選ばれなかった1銘柄合計4つ並べています。そして入れ替えによって発生する取引の需要、これを推計するために用いているのが日経平均を指数として採用し運用している世界中の資産総額、これが約20兆円という過程のもと計算しております。今回正式に採用が決定したのは上からオリエンタルランド、ルネサス、日本航空です。そして事前予想で
ルネサスと迷われていたのがレーザーテック。可能性としてはありましたけれども、今回は見送られました。こちらの表の見方ですけれども、日経業種というのが先ほどご覧いただいた6つの業種のどこに属しているか、そして上の3つの銘柄に関しては組入れが決定しましたので、組入れられた際の日経平均に占める構成割合、そして日経平均を対象とした運用資金から集まる需要、買い金額の総計、こちらですね。オリエンタルランドが一番大きくて1200億円、ルネサスは500億円、日本航空は700億円程度の買い需要が発生すると推計されます。そしてこの金額をそれぞれの銘柄、買われるとしたときに、1日あたりの平均出来高、これで割ったときに何日分の取引に相当するかというのが一番右側の出来高日数というデータになります。例えばオリエンタルランドだと平均出来高の6日分ぐらいの買い需要。つまりここの数字が大きければ大きいほどインパクトが大きいということになります。今回の場合はオリエンタルランドと日本航空が約6日分、ルネサスは3日分なので、インパクトとして大きいのは前者の2銘柄と思われます。そして先ほどからインパクトと申し上げていますが、こちらのリスト、当然採用された3銘柄に関しては買い需要が入るので、持っている方にとっては万歳の結果。一方で入るかもしれないと予想されていたんですけれども、選ばれなかったレーザーテクに関しては残念な結果ということですね。事前の予想であらかじめレーザーテックに仕込んでいる人が多かった場合、インパクトとしてはこの後下の方向に進む可能性があります。それでは今度は除外銘柄の方をご覧いただきますと、こちら。上から東洋棒、日本軽金属、東方亜鉛、そして除外の有力候補として予想されていたけれども、今回は選ばれなかったセーフだった銘柄が日本板ガラスとなっています。こちらは現在業種の中で最も理想の銘柄数から超過している素材から選ばれました。現在日経平均の中で構成されている割合は各銘柄 0.01% から 0.03% の範囲内で非常に小さい銘柄から選ばれています。全世界で20兆円日経平均を対象に運用されていたとしても、売却に回る推計額はそれぞれ30億円から60億円と、あまり大きな金額ではありません。ただ出来高日数をご覧いただきますと、6日、7日、8日と並んでいて、結局のところ日経平均の構成割合はこちらかなり小さいものが並んでいますが、それぞれの銘柄の立場から見ると、新規の組入れ、買いの銘柄と同様に、それなりのインパクトが生じてくるということになります。そして今回は除外の銘柄をご覧いただいていますので、選ばれた3銘柄に関しては残念な結果となりましたが、なんとか選ばれずにすり抜けた日本板ガラスに関しては良かったなということで、株価へのインパクトとしてはいい方向に出る可能性が考えられます。それでは今回3番目のテーマですけれども、今後の予想、スケジュールということで、実際の株価の推移をご覧いただきながら、実際に入れ替えが生じる3月末にかけてのスケジュールもまとめていきたいと思います。まずは採用の方の株価に関して、直近1週間でどんな風に推移しているか、事前予想でこの銘柄は採用されるんじゃないかとたっぷり仕込んでいる人がいる場合はすでに値上がりが見られるはずですけれども、その様子を確認してみますと、青のオリエンタルランドや黄色のルネサスに関しては先月末あたりに相対的に株価の上昇が見られます。またレーザーテックに関しては3月1日に大きく値下がりしていますけれども、それ以降ですね、3月の3日の発表にかけてじりじりと上がっている。これは今回レーザーテックが日経平均に選ばれることにかけて買い集めている向きが幾分かあると考えられます。レーザーテックに関してはもともと短期売買で鞘取りをするのに非常に人気の銘柄ですので、今回のイベントに備えて買い付けた人がどれくらい占めているかというのははっきりとはわかりませんけれども、この動きを見るともしかしたら翌営業日、月曜日以降ですね、少し反動下の方に出てくる可能性は考慮しておきたいところです。また先ほど2番目のテーマでオリエンタルランドと日本航空の出来高日数換算が6日とそれぞれなっていて、ルネサスの3日よりも大きいということなので、このグラフをご覧いただくと日本航空のインパクトの方がまだ出ていない。買い需要による上昇の余地が残されていて、ルネサスが一番買い需要の割にはすでに値上がりしているような株価の位置づけですね。とはいえ買い需要の金額は数百億から1000億単位ですので、今は相対的なお話をしましたけれども、どの銘柄もまだまだ大きな買い需要が残されていると考えられます。今度は除外される方の銘柄に関して直近1週間の株価推移をご覧いただきますと、こちらのグラフでもオレンジの日本板ガラスが除外の対象に選ばれなかった銘柄ですけれども、この銘柄に関しても何やら3月2日以降に発表にかけてじりじり上がっていますので、
従来は除外に選ばれるんではないかと予想されていたけれども、発表直前にかけて選ばれないんじゃないかとかけている向き、もしくはどこか裏で情報が回っているのかもしれません。それ以外の今回除外で選ばれた3銘柄、東洋紡や日本軽金属、東方亜鉛に関しては、まだそこまで株価大きく下がっている動きは見られませんね。ほとんどどの銘柄も横ばいで同じような動き。先ほどご覧いただいた出来高日数からインパクトを考えると、買い需要の銘柄たちと同じようなインパクトが生じると考えられますので、除外の3銘柄に関してはまだこの後も下げの余地が残されていると考えるのがより自然かと思われます。ただこの下げのインパクトが出てくるのがこの直後というわけではなくて、除外の場合はですね、逆に言うと3月末まで引っ張って持っていなければならない銘柄となりますので、この後ドカンとインパクトが出てくるというよりは、1、2ヶ月かけてじりじりと出てくるような印象でしょうか。さて、最後まとめのスケジュール感をご覧いただく前に、もう一つ大事なポイントをご紹介したいと思います。ここまでそれぞれ新規で組み入れられる銘柄と、今回除外される銘柄ご覧いただきましたけれども、これを全体感として見たときに一番気になるポイントというのがこちらですね。組み入れの3銘柄合計で2400億円の買い需要。一方で除外で売却となる3銘柄の金額総計で130億円しかない。ということは差し引きで2200億円以上が足りないということになります。130億円分3銘柄を売って新たに3銘柄2400億円買わなければいけない。そんな時に残りの2200億円以上をどこから調達してくるか。それは今回入れ替えの対象とは全く関係のない222銘柄を2200億円分売らなければいけないということです。これは純粋に日経平均にとっては需給的にマイナスのインパクトとなります。一見売却しても新規の銘柄の方にお金が回るだけだから日経平均全体としてはインパクト関係ないじゃないかというふうに見えますけれども、新規の銘柄が採用されるのは4月の頭から。一方で取引をしなければいけないのは先ほど申し上げたように3月末の引けです。ですのでこのイベントだけを見たときには日経平均にマイナスのインパクトが生じるということですけれども、実は今回の場合はそこまで心配いりません。なぜかというのをスケジュールまとめながらご紹介したいと思います。今後にかけてのスケジュール注目点についてですけれども、まずは3月ですね。先日3月の3日に入れ替えが発表されまして、まず一つ目注意していただきたい点が日経平均の正式発表の PDF をご覧いただきますと、実施日が4月の3日第1営業日と書いてあります。しかしこの実施日4月3日というのは4月3日の市場空いたタイミングからもうすでに日経平均に組み入れるという意味、つまり取引しなければいけないタイミング、取引が発生するのはその1営業日前の3月の31日大引け、ここでインパクトが生じることにご注意いただければと思います。そして今動画を作成しご覧いただくのが3月3日の後の週末になっていると思いますけれども、休みが明けて月曜日ですね、3月の6日発表を受けて一番最初のインパクトが想定されます。3番目のテーマの最初にご覧いただいた各銘柄の株価の動きですね。お話ししたようにそれぞれお持ちの方は可能性を想定して注意深く見ていただければと思います。そしてこの赤の矢印、3月中に株価の動きをより気にしていかなければいけないのが新規の組み入れの方です。逆に入れ替えが発生した後の4月以降、青の矢印の期間に株価の動きをより注意しなければいけないのが除外銘柄の方です。それぞれなぜなのか理由をご説明しますと、まず3月中は新規組み入れの銘柄を月末に発生する需要に対応するために各証券会社が組み入れの3銘柄をマーケットから集めてきます。そして証券会社にとってはより長い期間の株価変動リスクを取りたくないので、できればなるべく3月末にかけて近いところで3銘柄の株式を集めたいはずです。この矢印の色の濃淡というのはそういう意味を表しています。そして3月末にですね、日経平均を指数として運用している投資信託や年金をはじめとするファンド、新規の3銘柄を買わなければいけない運用者たちですね。ここに証券会社が集めてきた3銘柄の株式を売却します。ですので、この動きが発生する3月中は、組み入れ銘柄の方が動き注意した方がいいということですね。そして今度は、運用者が不要となる3銘柄、除外の3銘柄ですけれども、これもこの3月末のタイミングで証券会社に引き渡す、売却するわけですが、証券会社はこれを機関投資家運用者から買い付けて、当然売却していかなければいけません。より3月末に近いところで除外の3銘柄を売却、さばいていくわけですけれども、これが主に
4月以降に注意しなければいけない理由となります。そして最後にこの一つ前のスライドでお話しした新規の銘柄と除外の銘柄、この総額の差し引き不足する分の金額222銘柄、これに対して売却2200億円程度が発生する、そして日経平均にマイナスのインパクトが生じるという心配。これも当然3月の31日引けのタイミングに生じるわけですけれども、これを心配しなくてもいいという理由が、3月末というのは配当の権利が発生するタイミングです。正確には配当の権利が落ちるのは2営業日前の3月29日。日経平均動向関係なく日本株市場全体で発生する配当金額、総額が8000億円近くある。そしてこの配当金の多くは機関投資家によって再投資に回されます。皆さん配当金というと3月末に落ちる場合は5月から6月にかけて受け取る。つまりお金がすぐにもらえるわけではないので再投資できないじゃないかと思うかもしれません。しかし大きな金額を運用する機関投資家には即日再投資することができます。とはいえ現物の株式を買うんではなくて先物を買うわけです。これによって8000億円の買い需要が発生するということなので、そうすると日経平均、イベントとしてはマイナスのインパクト出ますけれども、日本株市場で8000億円の先物を主導とする買い需要が発生しているという環境なので、おそらくマイナスのインパクト分ぐらいは余裕でカバーできるんではないかということでした。この動画ご覧いただいて3月の6日月曜日以降、対象となっている銘柄たちがどのような動きをしていくかというのを入れ替え日、そしてそれ以降にかけて少し注意深くご覧いただければ参考となる知識の一つになるかと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。